こんにちは、アカデミアの富代です。今日はサロンポピュラーベーシック30になります。今回はメンズウルフカットをしていきます。メンズウルフカットも1970年代から多くの男性に人気がありました。特に有名なのはブルース・リー主演のカンフー映画燃えよドラゴンなどから世界的に有名になり、日本の男性も多くがそのヘアスタイルにした時期があります。襟足長めのレイヤースタイルですが、それが長さを変化させ長い間流行しました。数年前からデビュー当時の俳優の菅田将暉さんなどメンズウルフが再び人気になり、女性も未だに人気の根強いヘアスタイルです。メンズウルフの特徴として女性のように丸みをあまりつけないことです。もちろん今や男女差がファッションでもなくなっていますので極端な差はありませんが、あまり丸みをつけずに毛先のシャープなギザギザ感など少しロック風にした方が良いと思います。このチャンネルは世界各国の言語で見ることができます。YouTube の翻訳機能を使いご覧いただきます。では早速動画をご覧ください。ブロッキングは目尻の上がったラインより前頭部と後頭部を分ける部分で分けております。まずは図解を参考にしてください。ではバックセンターで分けて第1ブロックを耳上あたりにブロックを取ります。まずバックの毛束を床に平行にカットします。このようにワンレングスにカットできたらセンターで縦スライスに取り、床に平行に引きパネルを垂直にカットします。次のパネルも縦スライスに取り垂直にカットします。次からはやや斜めスライスにフロントサイドに向かって切り進みます。反対側も同じようにカットしていきます。正しく切られているかどうかチェックカットしてみます。このように正確に切れています。次は頭頂部を残してブロッキングします。このブロックもセンターより縦スライスに毛束を取り垂直にカットしていきます。これもオンベースに下の毛流れを見ながら垂直にカットしていきます。丸く切るためにはパネルの引き出し方をこのようにオンベースに近い形でカットしていきます。下の毛流れを見ながら上のパネルへとカットしていきます。
このように今までカットしてきた毛流れを横スライスで見ながらカットし、縦にひねってカットすると丸く切れているかどうか確認しながらカットすることができます。展開図でも矢印で示していますので参考にしてみてください。床に対して平行に引いて垂直にカットすると丸みが抑えられたシルエットになるのですが、ウィッグの場合は骨格が綺麗な丸みを持っていますので、どうしても丸いシルエットになります。男性風にするには長方形シルエットをイメージしてカットすると良いでしょう。これが女性との違いになります。こちら側も同じようにカットします。ここにこのように角が見えますが、少し角を取りながら垂直にカットしていきます。横に取って毛流れを見てカットして縦にひねってカットします。ガイドを見つけやすく、横の毛流れも見やすくなります。次にトップセクションをカットします。トップはバックセンターで毛束を取り、パネルの角度を引き上げ、下のカットラインの流れを見ながらカットします。今度は角度を上げてカットします。頭頂部の頭の丸みに沿って引き上げカットします。頭の形がこのような角度だとすると、この頭皮に対して直角にパネルを引き上げカットします。次に縦スライスでパネルを取り、オンベースでカットします。2、3パネルは縦スライスでカットします。こうすることで図のように頭頂部が自然の頭の丸みに切れます。その後、放射状にスライスして図の丸い部分の角を落としながらトップへとカットしていきます。フロントサイドでカットするときには、下のガイドの角と上のガイドの角を取りながら頭頂部へとつなげていきます。反対サイドも同じように下の流れを見て頭頂部へカットしていきます。いつものことですが V ラインスライスで2パネルぐらいカットしておきます。
こうすることで締まりが出てきます。フロントサイドは第1パネルをこのように取り、顔に似合う長さを確認後、少し前下がりにカットします。次のスライスラインも横スライスに取り、バックをガイドに床に平行に引き上げ、カットを進めます。同じようにブロッキングラインまでカットを進めます。反対サイドもバックをガイドに同じようにカットをします。最後のパネルも同じようにパネルを引き上げカットします。左右対称かどうか確認します。違っている場合はここで合わせます。次にバックでカットしたトップ部分に角度を合わせてサイドのパネルを引き上げカットします。反対側も同じようにカットしましょう。次にトップセクションはセンターで分けてバックのパネルの引き上げ角度に合わせてパネルを引き上げカットします。頭の頂点部分はコームを置いて探し出し、そこより少し前あたりから前髪部分の深さを決めて目尻の上がった部分へと分け取ります。前髪や真ん中部分を取り出し、チョップカットをします。次にサイド部分を引き出し、中心寄りに引き、チョップカットします。両サイドできたらギザギザ感を強調したいので切り込みを入れます。もちろん乾かしてから仕上げていきます。ウェットでもカットしておきます。
フロントサイドも図のようにギザギザにカットします。フロントサイドは横スライスにカットしたことで、より毛先の表情が出やすくなります。こちら側も同じようにカットをします。前髪ができたところで、前頭部と後頭部を分けてトップ部分モヒカンガイドに取りチェックカットします。もちろんチョップカットで行います。センターで分けてモヒカン部分をチョップカットします。反対サイドも同じようにカットします。これでウェットカットの終了になります。まず横から見た感じ。反対サイド。バック部分、このような感じです。乾きましたので、そぎを行います。バックから毛先をチョップカットしていきます。毛先の表情と髪の馴染み具合と髪が柔らかく見えるようになります。前髪部分を仕上げていきます。
次に毛先チョップカットとスライドカットで毛束感を強調します。前髪部分から頭頂部にかけてギザギザスライスで毛束を分け取り、毛束の中間部分にチョップカットをウィービング風に入れていきます。毛束の立ち上がりと立体感が出ます。セリングと違って毛艶も残り、綺麗に仕上がります。全体的に見直し、毛先の表情などチェックして、場合によってはそぎばさみを使っても構いません。そぎの終了になります。簡単にスケルトンでブロードライします。
仕上げにヘアワックスなどをつけて仕上げます。毛流れや毛先の表情をつけて仕上げます。仕上がりました。はい、仕上がりです。アレンジの仕上げです。はい、メンズウルフカットです。ファッションが繰り返されるようにヘアスタイルも合わせて繰り返されます。しかし仕上げのテイストやカットの仕方が変わってきます。そぎでデザインし質感を変えたりと変わってきました。メンズウルフとネーミングしていますが、もちろん女性でも構いません。それでは皆さん、もしこのチャンネルが良いと思ったら、いいねボタンとチャンネル登録忘れないようによろしくお願いします。また概要欄に過去動画も記載してますので、よかったらご覧ください。ご視聴ありがとうございます。さようなら。